みさこんにちは、キムです。なんか昨日、大賀集会をしてたら、2連続でヒーローキャラドロップして、なんか、すごい嬉しいんですけど、なんか逆にビビっちゃいました。なんか皆さんもそういうのあれば、コメント欄でぜひお願いします。はい、ということで、本題に戻るんですけど、今回は集会パーティーに必ず入れるべきキャラっていうところでご紹介していきたいと思います。はい、で、一応今回が大賀集会をベースに考えているので、大賀集会以外で、厳選される方はもう1キャラ追加っていう感じになるので、そちらは後ほどまたご紹介していこうと思います。はい。で、基本的にね、私が今このパーティーで集会をしているんですけど、この中で、ね、入れるべきキャラっていうのが、まず1体目がね、遠藤春ですね。で、遠藤春に関しては、普通に強いので、フォワードとして入れて全く問題ないと思います。はい。大賀集会以外のところでも使えるので、育てて損はないかなと思います。はい。で、あとは月影蓮、ディラン・キース、剣雄一と、これ兵道ですね。あとは立向ゆきを必ず入れてくださいっていう感じです。はい。で、なんでこの6体を必ず周回パーティーに入れてくださいっていう感じなのかというと、はい、ここのマーケットですね。はい、マーケットのここのスピリット交換所に行きます。すると、ここにね、スピリット交換所に、この4つですね。スパイクモンスター、伝説のグローブ、王者のマフラー、起動のマントっていうのがあるんですけど、これが最強装備になるわけですよ。なので、基本的にこれをゲットしたいんですけど、結構ね、交換条件がめんどくさくて、で、そこで必要なのが先ほど言った、ディラン・キースだったり、剣雄一。で、立向勇気、兵藤司。で、遠藤春月影蓮。と、あと、木戸優斗が必要になるんですけど、木戸に関しては、オーガ集会を想定しているので、オーガの通常ドロップで落ちてくる感じなので、パーティーに入れる必要はないっていう感じですね。はい。なので、オーガ以外で周回している方に関しては、基本的にパーティーにプラス起動も入れるっていう感じでお願いします。はい。で、じゃあ、このスパイクモンスターっていうのを例にお話しさせていただくと、ディラン・キースが2枚と、剣雄一が2枚っていう感じで必要になってくるんですよ。スピリットですね。で、スピリットは1回開けちゃうと、1回選手にすると、またスピリットに戻すことができないので、基本的にレジェンダリーのスピリットっていうのは開けない方がいいですね。はい。開けないでそのまま取っといた方がいいと思います。例えば、この技とかに関しても、はい、結構強力な技がゲットできるんですけど、こういう感じでレジェンダリーって結構要求されるんですよ。なので、キャラを解放するときは基本的にトッププレイヤーの選手で、開けた方がいいかなと思います。レジェンダリーは基本、どんなやつもあんまり開けない方がいいかなと思います。はい、今後技もね、追加されたりするかもしれないので、結構集めるの大変だと思います。はい、でもここでヒーロー選手も変えたりするので、はい、まずそもそもね、そのレジェンダリーのスピリット集めるのも結構大変っていうところもありますし、狙ったキャラ出すっていうのもすごい大変だとは思うので、基本的にこのスパイクモンスターってフォワードに持たせたいと思うんですけど、はい、フォワードに持たせるっていうことは大体2トップ、3トップにしたりすると思うので、3つか4つぐらいベンチも含めて欲しいと思うんですよね、スパイクモンスターだけで。っていうことは、大体6枚から8枚ぐらい、ディラン・キース6枚から8枚、剣雄一6枚から8枚。で、こっちも同様ですね。こっちはキーパーなので、2体、3体ぐらい、ベンチも含めてだと思うので、大体6枚ずつぐらいは必要になってくるので、はい、結構な数やらないといけないと思うんですよ、周回を。なので、先ほど言った周回パーティーにも組み込んじゃって、通常のプレイでも落ちるようにしていこうっていう狙いですね。はい、基本的にね、ベンチに入れてもいいんですけど、例えば新しく欲しいキャラが出た時に、入れ替え候補っていうのが、スタメンからだとちょっと難しいかなと思うので、もうできればスタメンにこういう感じで入れちゃう。レア度が高ければ高いほどいいかなとは思うんですけど、はい、こんな感じで入れれるところは、周回パーティーのスタメンとして入れてしまうっていうのが一番楽かなと思います。はい。で、兵道と立ち向かいに関しては、ちょっとポジションが被っちゃうので、どちらかは1体はね、ベンチを埋めちゃうっていう形にはなっちゃうんですけど、残り4枠はベンチ好きなキャラ入れることができるので、自分の狙ってるキャラとか入れていけばいいかなと思います。はい、先ほど紹介した6体以外は自由なので、例えばこのザナークとか吹雪とか、天馬とかアフロディとか、なんかその辺は全然固定じゃないです。好きなキャラ入れてもらって大丈夫なので、はい、とりあえずスタメンとしてこの6体を固定っていう感じで入れてます。はい、なので例えば立ち向かいとか別にディフェンスとして入れてても別に大丈夫かなと思います。大賀周回であればっていう感じですけど。はい、でもちょっと大賀周回に関しては、他の動画で上げているので、そちら見てもらえると嬉しいんですけど、アップデート情報みたいなのをちょっとお話ししておくと、ディフェンスに結構フォーカスの強いミッドフィルダーとか、フォワードとか入れておくとすごい楽かなと思います。なので、遠藤春とかも別におすすめですね。結構強いので、フォーカスとか結構強いので、遠藤春とかでもおすすめです。
はい、という感じなんですけど、このキャラどこでゲットするんだって思う方結構いらっしゃると思うので、ちょっとね、キャラごとに簡単にご説明していこうと思います。はい、じゃあまず、遠藤春と月影蓮に関してですね。はい、遠藤春と月影蓮に関しては、ここのフリー対戦ですね。フリー対戦の、はい、ここの来門中でドロップすることができます。はい。で、基本的にどの難易度でもドロップするとは思うので、どれやっていただいても大丈夫です。はい。で、フリーバトルに関しては、基本的に道中ドロップっていうのがなくて、なのでフォーカスバトルでドロップすることはなくて、最後の試合報酬みたいなやつでキャラクターをもらうことができるんですよね。なので、道中でフォーカスバトルを挑みまくってドロップを狙ったりする必要はないので、そこだけご注意ください。はい、後ろでボール回したり放置できる方は、そちらでやってもらったら一番早いかなと思います。はい、あと、ストーリークリアしてないと出てこないので、ストーリークリアは必須っていう感じです。はい、じゃあ次がディランキースに関してなんですけど、ガチャに関しては、メガネ座っていうところで出てきます。はい、で、クロニクルモードに関してはここですね。FF インターナショナルルートの結構奥のこのユニコーンっていうところで出てくるようになるので、普通の通常ストーリーの3章になるので、結構先の話なんですよね。はい、なので、まだクロニクルモードね、そんなにやってない方っていうのは結構先の話になると思うんですよ、入手できるのが。なので、そういう場合はガチャで狙っていく方が全然おすすめかなと思います。はい。で、一応フリー対戦も、このユニコーンっていうところで対戦するとゲットすることができると思いますので、そちらでフリー対戦の方はやってみてください。はい。じゃあ次が剣のお兄ちゃんに関してなんですけど、剣のお兄ちゃんはトルネード座ですね。ガチャで引く場合はトルネード座っていう感じになります。で、ここもディランキースと同じで、これ GO2 の話まで進まないといけないので、今回U1 の場合はフリー対戦はないんですけど、クロニクルモードの場合はGO2 まで進めないといけないので、あんまり進めてない方に関してはガチャで狙っていくのが一番いいかなと思います。はい。で、クロニクルモードに関してはここですね。結構序盤ではあるんですけど、GO2 まで来たら序盤ではあるんですけど、ここの蘇れラエモンが最後のサッカーっていうところで入手することができます。はい。で、次が兵道ですね。兵道に関してはフリーバトルですね。はい。で、兵道に関してはここのフリー対戦の合算国光中でドロップすることができます。はい。で、クロニクルモードに関しては GO の世界ですね。GO のこのホーリーロードルートの合算国光中でドロップすることができます。はい。で、立ち向かいに関しては、キャラバン座のガチャでゲットできるのと、あとはクロニクルモードのエイリア学園編のところを進めていけば基本的にずっと出てくるので、どっかでドロップするかなとは思います。はい、なので立ち向かいは進めてれば自然と勝手にゲットできるかなと思います。はい、という感じですね。で、私も集めきれてはないんですけど、皆さんもね、二度手間だと思うので、周回して好きなキャラ全部集めた後に、また装備のためにこのキャラたちを落とすっていうのはすごい面倒なことだと思うので、同時並行してね、こんな感じでやっていければ一番楽かなと思います。はい、ぜひこの方法を真似して、最強装備の方、簡単にね、ゲットしてみてください。はい、ではこの方法が良かったらチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。